はいよー、マイケルおばちゃんです。今日はどんよりとしたお天気のダラス郊外からお届けしています。朝からキングヌーのアルバムをヘビロってアレクサにお願いしてかけてもらってノリノリになって家事をしていました。今はちょっとお洗濯物を地べたに座って畳んでいるところです。私、もう少しで YouTube チャンネル開設をしてから4ヶ月が経とうとしています。早いよね。ビログマスをやったおかげで、なんかすごいたくさんあげたので、なんか怒涛のように過ぎていったもう約4ヶ月だったんですけれども、YouTube 始める時に、始める前に知っておきたかったよっていうこと1個なんだけど、あと編集のアプリとかソフトウェアとか、皆さん何を使ってるの？こういうのを私は使いやすいですっていう動画をいくつか拝見したんですけれども、私には使いにくかったりとかしたっていうのもあって、自分で結局いろいろ試さなきゃいけないっていう結果になったんだけれど、ここ最近やっと4ヶ月近くになって編集作業の自分なりのやり方っていうのが落ち着いてきたっていう感じがあります。だからそこをね、簡単にじゃないんだけどいっぱい情報があるから、でもいっぱい情報があるからこうやってベラベラって私喋れないので、一応ノートにまとめましたのでお伝えしようと思って、もしかしたら中には YouTube やってみたいんだけど何から始めたらいいのかってね、思っている方がもしいらっしゃったらと思ってこの動画を作ることにしました。もう一個最初に一番大事なこと言っておきますね。E メールアドレスでアカウントをまず開いてチャンネルを開設するっていう流れなんだけど、その時に使う E メールアドレスは一生変えられません。知らなかった。チャンネル名とかなんか自分の名前とか登録名とかは変えられるのに E メールアドレスは一生変えられない。困ったね。これだいぶやってから気づいて、何が起きたかって言いますと、私の失敗談をお話ししますと、普段使っている E メールアドレスとチャンネルがリンクしてるでしょ。今は設定をちゃんと変えたので From のところ、送付なんていうんだっけそれって、送信者、日本語で言うと、英語で言うと from のところに来る名前が、それまで普通の私の名前だったところにマイケルおばちゃんって書いてあるでね、それに気づかず JJ の担任の先生に E メールを出しましたね。マイケルおばちゃんでマイケルおばちゃんでメール出しちゃったよ。よかった、アメリカで全然何も気づいてないと思う。ちなみにこれはもしかしたら私があんだけ見えてるのかもと思って、ちゃんと相手側は英語の部分しか言ってないのかもっていう期待を持っておじちゃんのメールアドレスに実験で出してみました。で、後で見せてもらったらしっかりマイケルおばちゃんからメール届いたって書いてあったから、と思って、もう読めないからいいし、もうそんなのいちいちね気に留めてないと思うので、メールの内容の方が大事なので。でもびっくりした。担任の先生だけじゃありませんね。もう一個仕事関係のメールでマイケルおばちゃんから出してしまいました。もうね、痛いよね。恥ずかしいし、でもアメリカでよかった。そんなこともやってしまいましたので、E メールアドレスはやっぱり YouTube のチャンネル用にも1個アカウント作った方が無難かと私は思います。別にいくつも持ってる方がかえってややこしいっていうんだったら既存の E メールアドレスでやられたらいいと思うけど、私のようなどんくさい失敗をしたくなかったら、前もって設定してればね起きなかったことなんだけど、そういうのもさ、私結構強い方だと思って今まで生きてきたんですけどね、少しずつちょっと疎くなってきましたね。携帯とかやっててもいちいち時間かかる。では長くなっちゃった。もうやだ、長い。前置きだけで8分27秒。これちょっと短くしないとね。では、ノートにまとめた内容お話しします。では、初心者目線で How to YouTube 必須アイテムいきます。最初、スマホ、そして勇気のみ。大事なところは勇気いりますよね。世界中に自分の動画をお披露目するんですから。当然だと思う。次ね、撮影機材、私が使ったのは開始したばっかりの頃は iPhone7 を使ってました。撮影も編集もアップロードも全て iPhone7 からやってました。アプリは最初無料でインショットっていうのを使っていたんですけれども、使える機能がやっぱり制限があって、もうちょっと自由に編集したかったので課金しました。1年の使用料が$14.99でした。全然悪くない。11月のどっかで
iPhone 12にアップグレードしていただきました。なので、撮影機材はそこから iPhone 12になります。同じ頃に MacBook Pro 13インチ、結構話題になった M1 チップというのが入っているやつです。それを買っていただいて、クリスマスプレゼントとお誕生日プレゼントだよって言われて、早めのクリスマスプレゼントいただきまして、それを使うようになるんだけど、やっぱりわからないんですよ。生まれて初めての MacBook だから使い慣れてないので、結構勉強したの。移行していくときにすぐに移行できなくって、携帯のインショットでやって、で、さらに MacBook の中に入っている iMovie で編集作業を組み合わせてやってました。で、一番最初に試したソフトウェアが Wondershare っていうソフトウェアで、それは無料の期間がすごい短かったと思う。で、課金いたしました。23ドル99セント。要は24。ドルね。ワンダーシェアで私は何がやりたかったかっていうと、文字を動かす。iMovie だとタイトルって言ってこうやって文字が、例えばこう真ん中に出たり、上の方に出たり、いろいろあるでしょ？手話なんか出るともさ、エフェクトかかった感じだったり、いろいろあるんだけど、そのね、位置変えられません。とても不便です。なので、そういうのを主にワンダーシェアでやってました。でも、年間使用料が24ドルのソフトウェアなので、やっぱりあんまりこう、プロっぽく仕上がらない。ごめんなさい。やっぱりそんな感じなんですよ。なのでいろいろとまたさらに研究をしまして、有料のソフトウェアはもう有名じゃないですか。Adobe Premiere Pro とかApple の Final Cut Pro とかね、使ってる方多いと思うんですけれども、やっぱりちょっとまだね、敷居が高くございまして、どちらも200何十ドルとか、なんか Final Cut Pro は300ドルだって。でもただ一つ言えるのが Adobe Premiere Pro は1年で240ドルって出てるんだけど、Final Cut Pro は6年で299ドルって書いてるから、断然そっちの方が安いよね。でも高いので、それは却下なんだけど、MacBook 持ってるから、やっぱりFinal Cut Pro 結構出てくるんだよね。試してみませんみたいな。で、一応90日のトライアル中ですが、あんまり私は使いこなせてなくって、何を使ってるか、今3ヶ月、約4ヶ月目になろうとしている今使っている方法が、iMovie とブラックなんとかっていう会社、ちゃんと調べておきます。ごめんなさい。ダヴィンチリゾルブっていう無料版の編集ソフトを使っています。その2つを併用して最近の動画は作っています。そう、ダヴィンチリゾルブね、ものすごいプロフェッショナルなソフトウェアなのに無料なんですよ。いろいろな動画を拝見したところ、ほとんどの機能が使える無料版。スタディオっていう名前がつくと有料らしいんだけど、それがいくらか私は調べてないんだけど、無料でほとんどの機能が使える素晴らしいダヴィンチリゾルブ使ってます。次ね、BGM とか効果音とか好きじゃないですか。いつもいろいろ使ってるでしょ。iPhone で撮影編集アップロードしてた頃は、インショットに入っている音楽とか効果音とか使ってました。結構入ってるの。途中からもうちょっと効果音がいろいろもっとこう、バヨンとかさ、チーンとか使いたいってやっぱり欲が出てきて。実はね、iPhone でも MacBook でも何でも使えるんだけど、効果音ラボっていうウェブサイトがあって無料でダウンロードができるです。すごいいっぱいあるから、いろんな音が。およよーんとか。それをダウンロードして使う感じですね。で、有料版のエピデミックサウンドっていうところのも使っていたことがあって、今も使ってるんだけど、今はキャンセルしてお金を払ってないけど、一回ダウンロードしたやつを使っていいんだよね。ちょっとわかんないけど、使ってます。で、2ヶ月ぐらい払ったかな。1月に15ドルで高いから、編集ソフトも払えないのに、この音楽でそんだけ払うのだっていう形で。最初はね、無料で始めたんだよ。でも、サブスクしたシングルズスワークの時と同じパターンで、キャンセルをし忘れてお金を払っちゃったの。2回も。なので、その間にいっぱいダウンロードしました。で、キャンセルした。最初知らなかったんだけど、YouTube にも無料で使えるオーディオライブラリーっていうのがあって、そこにも効果音とかもあっていいです。それはあんまりまだ使えてないかな。で、他にもお正月用のビデオで使ったのとかは、結構もう普通に無料正月 BGM とかってやって、出てきたところからダウンロードしたものです。あと私がまた大好きなアニメーション。インショットの時はインショットに入ってた。だからそれただもう、こう、くっつけていくだけだ、作業ね。なんかさ、こう、はぁとかさ、そういう、ありますよね。こういうやつとかね。
そう、こういうやつとかね。そう、こういうのはインショットに直接もうあったやつを使ってた。でもなんか結局提携してるみたいで gphy.com っていうのを今使ってるんだけど、そこにも全く同じアニメーション動画、がいっぱい入ってて、そこからダウンロードして貼り付けてる感じです。サムネはね、サムネもいろいろ研究しました。で、最近やっと今の形に落ち着いてきてるんだけど、最初はね、すごいからね、マイクロソフトのワードでやっておりました。で、便利なのって背景を消すことなんですよ。で、それは私はマジックイレーサーっていうアプリを使ってます。年間9ドル99セント。無料でもよかった。そう、マジックイレーサー無料でいいと思う。だから背景を消すの。それとか4枚、こんな絵ですいません。こんな風に、4枚の写真をくっつけるパターンのサムネ、あれを作るときは私はね、Adobe の Photoshop Mix っていう無料版使ってます。で、仕上げの文字入れに LINE カメラ使ってます。サムネメーカーみたいなアプリもあるみたいなんだけども、どんどん新しいのとか学ぶのが大変なんで、今はもうこの形でいってます。だから基本の流れは iMovie でカット編集して、テロップとか効果音付けをダヴィンチでやって、仕上げは iMovie でやってます。だから何回もビデオをこっちに送りあっちに送りってやってるんですけどね。でもね、この方法で落ち着いてきて、前よりはサクサクとできるようになってきたので嬉しいです。そんな感じでしたけど、初心者目線の How to YouTube 少しでも参考になると嬉しいです。なんか私でわかることがあったら、質問があったらコメント欄にどうぞ。では、今日はこの辺ですね。次の動画まで。バイ。